すごい風ですね。危ないわ。視聴者さんに教えてもらった岡部の麺の方ね。どれや。ああ、よいしょ。うん。そして今日の方はね、このワンタッチタープ系、こいつをね崩してね寝たいと思います。やっぱ風によってねもう折れちゃいますね。このままほっといたら寝てる間に折れちゃいそうなんで、大事に使いたいんで崩してね寝たいと思います。これでね、これバコンってやっとく。バコンとね、これでいいわ。この状態に乗ったらいいやろ。さあ寝よう。すごい風ですね。もうテントの中でもすごい風の音でしたね。やばい。テント崩しといてよかった。崩してなかったらもうねちょっと倒壊してましたよ。それぐらいすごい風です。びっくりやわ。元っ腹の方もすごいんじゃないかなこれ。さっきからねもう何回もテントがへちゃけてますね。でもね、このテントはこの柔軟性があるのでね助かってます。ありがたいわ。何回も風が来る。襲ってきます。
もうずーっとね、夜中からこの調子の風ですね。風がほんと止まないです。ほんとたまらんわ。この元っ腹もね、きっと大変なことになってますね。この風はこの地域の独特なもんでしょうね、きっと。しかもね、朝になればなるほどひどくなってる気がしますね。ほんと大変やわ。でもね、こんな天気でも朝方はね、富士山の方見えてよかったですね。昨日の夕方も綺麗に赤く染まったし、朝もねダイヤモンド富士っぽくなったしね、めちゃくちゃ良かった。そこは良かったですね。でもね、だんだんまた雲が増えてきてます。雲がどんどん増えてくや。なんてやろ。天気のね、風の予報ではそんなに強くないですけどね。やっぱ天気予報とはね、やっぱ元っ腹近辺はね違いますね。風予報特に。まだねちょっと寝足らないんで、少しだけちょっと寝たいと思いますね。帰りの運転がありますからね。少し寝ます。風が強いから寝れるかな。少し寝てね、すっきりしました。すっきりしたんですが、もうね、風の方全然止んでなくて、もうひどい、かなりひどいですね。ひどいんでね、こっちのネイチャーハイクさんの方のね、シャープの方です。もう片付けたいと思います。飛行機はね、また壊れたら困るんで、もう壊れそうなね、恐怖です。コールマンさんのはね、もう強風にかなり強いんで、あそこのねコールマンさんの前室で今日は料理の方したいと思いますね。とりあえず片付けよう。も危ないわ。さあ、目覚めの一杯コーヒーいただきますね。いただきます。あっちあっちです。熱っ。でも美味しいですね、やっぱり。はい、もうね朝ごはんの時間になりましたよ。最高ですと、最高ではないですけどね、風さえなければね本当にねいい感じになるのに、今回の方はねこちら視聴者さんに教えてもらった岡部の麺の方ね買ったんで、ネットでね取り寄せたんでね食べていきたいと思います。今日はねこの焼きサバそうめんにしたいと思います。美味しそうですよね。さあまずはサバの方焼いていきましょう。よっしゃ。あら焼けるかなこれ。やばいやばいぞこれ。焼けねえこれ。じゃこれねサバの方は
煮込むらしいんですよね、サバそうめんにすると。だから表面ねちょっと炙って香ばしくしときます。あちゃ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 、熱い。お箸あるんで、そういう。よいしょ。おー、美味しそうに焼けてますね。でかすぎるわこれ。炭でやりたかったけどね、ちょっと風が強いんで今日はやめときます。よっしゃ、サバの方ね、食べやすいサイズに切ってきます。でっかい、これトロサバで売ってましたね。このでかさに切って表面ね香ばしく焼けたんでね、うまそう。このままご飯で食べて、この油を逃がすのがもったいないですね。よし、ここにねめんつゆの方入れていきますね。めんつゆの方で煮込んでいきます。こんなもんかな。それでお湯の方入れていきますね。希釈なんでこのめんつゆがちょっと味見しましょう。このめんつゆにねこのサバの脂が出ていい出汁が出てね美味しくなるでしょう。つゆがね、そういう感じかなこれは。いやー美味しそうになってきましたよ。これあかんな、これ取った方がいいかな。さあおかべんの麺の方ね入れていきたいと思います。おー、来てる来てる。どれや。あー、こんな感じやろ。わあ、入っていく入っていく。人生初です。なんかねちょっと細めのうどんって感じですね。よっしゃ。うまい。めちゃくちゃうまそう。やばい。もっちりもっちりという歯ごたえが。こいつね本当はこの麺をねこのサバを煮込んだスープで煮込むらしいんですけど、今日は煮込むのやめときますね。おかべの麺がねかなり美味しいんでかなり美味しいんでね、このスープがねそんなに美味しいかな。普通はねこのめんつゆで食べてみたくなったんで、逆にこのつゆよりももしかしたらね普通にめんつゆで食べた方が美味しいかもしれません。よっしゃ、これぐらいかけて、そしてサバですよ。サバね乗せていきましょう。どこがいいかなこれ。こいつを乗せて完成です。よし完成ですよこれで。よし食べていこう食べていこう。さああとは黒はんぺん出してね完成ですね。黒はんぺんもねほとんど食べちゃってます食べちゃったのよこれ。さあ楽しみだ。さあそれではねいただきます。いただきますね。いただいてきます。あー腹減った。よしまずねこちらいっちゃいますよ。よしそれではねいただいちゃいますよ。どんな感じやろ楽しみです。さあいただいてきますね。いただきます。焼きサバそうめんのねこの焼きサバのね香ばしさは出てるんですけど、サバの感じがね油の感じがそこまで出てませんね。そこはびっくり。でもね
これパスタみたい。麺が美味しいですね、やっぱり。これサバと一緒に食べたいよ。サバと食べるのあり。うまっ。焼きサバそうめんね、これね、スープにちょっとね魚臭さが出てるんで、そうめん食べたらすぐサバいった方がより美味しく感じますね、これ。そうめんだけだとね、臭みだけでもこれを加えることによってうまみに変わる。何これ。このそうめんのねツルツル感とね喉越しです。めちゃくちゃいいですよ。歯ごたえもめちゃくちゃいい。アルデンテ。サバがまたこれうまっ。実はねこれそうめんでだけで食べた時はね、焼きそばそうめんね失敗かと思ってね、失敗でしたって言おうと思ってたんですけど、サバ食べたら全然違いますね。サバのうまみやわ、これが。このサバの脂がうまいね、また。確かに。うまっ。さあ次はね、岡部の麺、純粋にねめんつゆで食べてみます。めんつゆでも食べてみたい、普通に。絶対うまいやつやわ、これ。さあこいつもいっちゃいますね。いっちゃいます。めんつゆでもうめえ。でもね、焼きそばそうめんを食べて後だとやっぱ焼きそばそうめんの方がうめえな、これ。これもうそうめんじゃなくてね、ちょっとうどんに近いぐらいですね。うまく。こちらね、煮込みの方もやってみたくなったんで煮込んでますね。焼きそばそうめんでもね、いろんなやり方があるんですよね。煮込むバージョンと、もうただぶっかけるだけ。煮込んでこの麺にねつゆを吸わせるらしいです。さあ少し煮込んだだけでもうね色が染まっちゃってますね。いただきます。麺に味が入ってる。すごいわ。ちょっと待って、サバ食べよう。これサバがあった方がより美味しい。トロサバやわ、これ。うまっ。スーパーで柿売ってたんでね買ってみましたけど、美味しいですよ。もう柿の季節ですよ。甘っ。ゆず持ってか。
撤収の方ほぼほぼ終わりましたね。相変わらず風はすごいですよ。片付けるのにね大変でした。バサ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 なっちゃいましたね。よし、ワンちゃんご飯ですね。私はおはぎです。きなこおはぎうまそうですね。よし、じゃあ次よしよし、足離れて、私はおはぎ食べますね。このおはぎうまそう。うまい。いいわ。もう食べちゃいましたね。私がおはぎ食べるよりも先に。ああ、もうね、今回風は強かったんですよ。涼しく過ごせたし、この芝ですよね。芝とこの開放感、最高でしたね。最高のキャンプでした。下手したら元っ腹のね、周りに人がごった返しているよりもね、こういったね、隠れ家的な貸し切りキャンプいいですね。最高やわ。次来るときはね、富士山に雪がかぶってる時に来たいですね。雪かぶったらまた近々来ようかな。富士山が見えるキャンプ場で。最高。やっぱキャンプは開放感があった方がいいですね。最高すぎる。気をつけろよ。気をつけろよ。おいおい、気をつけろ。引かれるぞ。引かれるなよ。バイバイ。また来るね。